跳ねられた首が宙を舞いました。そして撃った男の兜に噛みついた。その口が最後にこう言ったと伝わります。鬼神に王道な着物を、鬼や神は卑怯な騙し討ちなどしないものをと。これほど名の知られた鬼はそう言いません。大江山の主天童寺、都を荒らし源頼光に討たれた鬼の棟梁、その最後は語り尽くされています。けれど彼がどこで生まれ、なぜ鬼になったのか、その物語は一つの答えを残していません。前回訪ねた大和のオロチは姿が初めから細かに描かれていて、それでもなお正体が探されました。主天童寺はその逆かもしれません。最後はあまりに詳しく語られている。生まれだけがいくつにも分かれている。異形奇譚、今夜は主天童寺を訪ねます。都で人が消え始めました。若い娘、名のある家の姫君、夜のうちに一人また一人と姿を消していく。陰陽師安倍晴明が占うと、下手人は大江山に住む鬼、主天童寺だと出たと語られます。帝は討伐を命じます。選ばれたのは源頼光、そしてその四天王と藤原康政、いずれも武の名で知られた者たちでした。彼らは山伏の姿に身をやつして山へ分け入ります。鬼の城をまっすぐには攻めない。旅の修行者を装い、招き入れられることを選んだのです。道中、彼らは神仏から一つの酒を授かったと伝わります。鬼が飲めば毒となり、人が飲めば薬となる。そういう酒でした。人弁鬼毒酒と呼ばれます。鬼の城で主天童寺は旅の山伏たちを客としてもてなしました。その館にはさらわれた女たちが囚われていた。人の血や肉が主供として並べられたとも物語は描きます。酒が振る舞われ宴になります。頼光たちはその酒を鬼に勧めました。主天童寺は上機嫌で杯を重ねていきます。やがて鬼は酔い眠りに落ちました。頼光たちは眠ったその体を縛り上げます。そして刀を抜いた。こうして鬼は撃たれました。英雄がいて鬼がいて退治がある。物語としてはこれ以上ないほど整っています。けれどこの整いきった退治譚は、彼がどこから来てなぜ鬼になったのかをほとんど語りません。もてなした客に酒を勧められ、眠ったところを撃たれた者、その生まれを私たちはまだ知らないのです。一つの生まれをたどってみます。舞台は越後、雪の深い北の国です。ここには後の世に育った一つの出生の物語が残っています。昔、都から一人の巫女がこの地に下ってきた。その従者のさらに子孫にあたる家に外道丸は生まれたと語られます。子に恵まれなかった夫婦が戸隠山の九頭竜の神に祈った。やがて妻は身ごもり、けれど生まれるまでに常ならぬほど長い月日がかかったと言います。生まれた子は目を疑うほどに美しかった。けれど大きくなるにつれ、手のつけられない乱暴者になっていったと伝わります。持て余した両親はその子を山寺に預けます。国成寺、外道丸はそこで稚児になりました。やがて彼を案じていた母が亡くなります。それを境に外道丸は荒れることをやめ、ただひたむきに仏の道に励むようになったと伝わります。けれどその美しさは彼が望まなくても人を引きつけました。近くの村々の娘たちから恋文が届きます。一通、また一通、文箱があふれるほどに。外道丸はそれを開きませんでした。修行の妨げになると読まないまま積んでいったのです。やがてある娘が返事の来ないことを思い詰め、自ら命を絶ってしまったと語られます。その知らせは外道丸のもとにも届きました。彼は積もった恋文を火にくべようとしたとも、あるいは初めてその文箱を開いたとも語られます。いずれにせよその時、文の山から煙が立ち上りました。白い、あるいは紫の煙が彼を包んだ。息が詰まり、
気を失い目を覚まして彼はそばの井戸を覗きます。水の表に映っていたのは美しい稚児の顔ではありませんでした。角の生えた鬼の顔。下道丸は寺を出ました。山から山を越え、やがて大江山にたどり着き、酒呑童子と名乗るようになったと伝わります。彼を鬼に変えたのは剣でも呪いでもありません。答えられなかった誰かの思いでした。越後にはそう伝わっています。越後は人が鬼になる物語でした。けれど全く逆の生まれを語る土地があります。そこでは酒呑童子は初めから鬼の血を引く子として生まれています。近江と美濃の境に立つ伊吹山。その山には伊吹大明神という神が祀られていました。伊吹童子と呼ばれる物語はこの神の血筋に酒呑童子を置きます。ではその伊吹の神とは何者だったのか。ある伝えはこう語ります。かつてスサノオノミコトに切られたあの大蛇、その暴魂が伊吹の山へ飛びこの神になったと。前回私たちが訪ねた大和のオロチです。切り刻まれてそれで終わったはずの蛇が山の神となって血を残していた。その神の申し子として生まれたのが伊吹の弥三郎。見上げるほどに大きく荒々しく、そして大変な酒好きだったといいます。弥三郎は里を荒らし人に恐れられ、最後はその大酒が身を滅ぼしたと伝わります。その弥三郎が大野木の姫君との間に設けた子、それが伊吹童子、後の酒呑童子だと語られます。大蛇の暴魂を外し、酒に滅んだ者を父とする鬼の子。越後の稚児とは何もかもが違う生まれです。けれどここで一つの小玉が聞こえてきます。祖である大蛇はヤシオリの酒に酔い、眠ったところを切られました。父である弥三郎はその大酒に身を滅ぼしました。そして酒呑童子もまた勧められた酒に酔い、酔ったところを撃たれています。伊吹の物語では彼に受け継がれたのは大蛇の血だけではありませんでした。酒に酔って滅びるその物語の型までが次の世代へと書き写されていたのです。同じ一人の鬼に私たちは二つの生まれを聞きました。片方では人の思いが鬼を作る。もう片方では神話の血が鬼を生む。生まれる前の姿がこうも違っている。それだけではありません。古い大江山絵言葉では酒呑童子自身がこう語ります。元は代々受け継いだ山を持っていた。けれど伝教大師にその山を追われたのだと。後の伝法になるとそこに弘法大師にも重複され、山から山へと流されたという過去が書き足されていきます。聖なる山を切り開いた高僧たちが鬼を聖地の外へと追いやっていく。その過去は伝法を追うごとに少しずつ増えていきました。生まれた土地も生まれ方も一つに定まりません。それは失われた一つの真実を皆が探し当てたからではなく、それぞれの物語がそれぞれの酒呑童子を必要としたからなのかもしれません。生まれだけでなく彼の住んだ山さえ一つに定まりません。大江山、その名で今多くの人が思い浮かべるのは丹後と丹波の境に連なるあの山並みでしょう。けれど都に近いところにもう一つ大江山がありました。京の西甥の坂のあたり、大江とも書かれる都のすぐ外の峠です。古い時代の都で大江山と聞けばこちらの山を思ったのではないかとも言われます。鬼の住む山は物語が広まるにつれて都のそばから遠い北の山へと移っていったのかもしれません。ではその山に本当に何かがいたのでしょうか。古くからこの一帯には盗賊や山賊の話がいくつも残っています。酒呑童子とは実は都を荒らした盗賊の一団だったのだ。近世にはそう記した書き物もあると伝わります。もう一つこんな見方もあります。甥の坂は都と外の世界とを分ける境の地でした。かつてこの辺りでは都へ入り込もうとする疫病を境で防ぐための祭りも行われていたと伝わります。そこから酒呑童子を都へ病を運ぶ疫病、
とりわけ放送の神の姿と重ねて読む研究もあります。これもまた鬼の正体を突き止めた答えではありません。物語の奥にどんな恐れが潜んでいたのかを読もうとする一つの試みです。盗賊、疫病、忘れられた誰か、私たちは鬼の正体を歴史の中に探し続けています。けれどその営みもまた突き詰めれば鬼にもう一つの過去を与えているのかもしれません。過去を一つ与えるたびに私たちはこの鬼を少しずつ作り続けているのです。鬼を撃った頼光たちはその首を持って都へ帰ろうとしました。けれど老いの坂まで来たところでその首は急に重くなり、もう動かせなくなったと伝わります。道のほとりの地蔵がこう告げたという話もあります。汚れたものを都へ入れてはならないと。頼光たちはその地に鬼の首を埋めました。そこに塚が築かれます。首塚大明神。今老いの坂の峠に静かに残る鬼の首の塚です。そして伝えはこう続きます。首だけになった主天童寺は最後に自らの罪を悔い、こう言い残したと。これからは首から上の病に苦しむ人を救おうと。だからこの塚はいつしか頭の病を癒す神として祈られるようになりました。頭痛、目や耳の患い、そして頭が良くなるようにと学業の願いまでも。人を食らった鬼の首が埋められたその場所で人を助ける神に変わっていったのです。思えばこの塚の物語も後から書き足されたものでした。現在最古の大江山絵言葉では、鬼の首は都へ運ばれ、後に宇治の宝蔵へ収められています。老いの坂に埋められ神になったという筋は、ずっと後に生まれたと考えられています。越後では恋文の煙で鬼になった。伊吹では大蛇の血を引いて生まれた。老いの坂では首が埋められ神になった。主天童寺には生まれる前の物語だけでなく、死んだ後の物語までが書き足されていきました。冒頭で兜に噛みついたあの首を思い出してみてください。騙し討ちにされてなお、鬼神に王道なき者をと言い放った首は、最も古い物語が彼に与えた姿でした。人の病を癒すと誓った首は、さらに後の土地の伝承が与えた姿でした。首をはねられても、この鬼の物語は終わらなかったのです。異形祈祷、また次の夜に。